それでは今日は利き酒のお話をします。利き酒をするときにこの業界ではこういう利きチョコというチョコの種類で利きチョコというふうに言われる。利き酒をするチョコですね。こういうのを使います。これこういう企画が決まってまして、全国の鑑評会でもあるいは酒蔵さんで利き酒するときにもみんなこれを使います。直径が8センチ、高さが7センチちょっと、こういうやつですね。で、うちでも陶器屋さんに頼んで作ってもらうんですけど、うちの場合は多治見で注意してます。100個分を注文して100個分のお金を払いますけど、届くのは70個ぐらいですね。というのは、こう見てわかるように、これが蛇の目です。中が蛇の目。あんまり蛇の目はしっかり見たことないんですけどね。蛇の目傘の模様と同じで。で、青い線が2つあります。この紺の色がですね、基準があって、これは薄くても困るし、濃すぎても困るんで、そうすると大体3割ぐらいが不良品ということで、そういう契約で、文句を言わずに引き取るということになっています。じゃあこれに早速入れてみたいと思います。当然、色の薄いお酒もたくさん入れば色が濃く見えますんで、それぞれ比較するものは同じぐらいの分量を入れます。お酒の種類によって、例えば大吟醸のように精米を良くしたお酒で、年数の経ってないものはですね、かなり色が薄いです。普通酒に関しては、普通酒っていうのは、純米酒とか本醸造ですけど、これは、結構、蔵によって色がしっかりと出ます。こんな具合に3種類、継ぎましたけどね、この中で色を見るのは、この、紺と紺の間の、この部分ですね、この色を見ます。真上から見ます。まず最初に気づかなきゃいけないのは、浮遊物があるかないか、あるいは透明感があるかどうか。で、色の濃い薄いももちろんあるんですけどね。目で見る感じだけじゃなしに、雰囲気としてどうもなんかというような感じも読み取るようにして利き酒をします。基本、利き酒はどこの場所でも立ってやります。背筋を伸ばして、グラスを持ちましてね。それで真上から色を見て、という感じです。それですぐに思ったことを書きます。そして口に含むのはだいたいティースプーン1杯分ぐらい。これを口の中で転がします。転がすと香りが非常に口の中でわかるんですね。こうやって香りを嗅ぐ。これを立つ香りって言います。で、口の中に含んで今転がす。これが含みか。そしてその後、息を鼻から抜きます。これが戻りか。で、それぞれそれを記録します。で、何がわかるかというと、まず立ちがの段階では酵母によるもの、あるいはお米の種類の違いによってちょっと香りが変わってくる。そして口に含んだ時にはもうバランスがどうなっているのか。基本、お酒というのは甘みと酸のバランスというのが一番、他の成分もいっぱいあるんですけどね。それが基準になるんで、どっちのお酒なのかなっていうようなことを見たりします。そして、口に含んで転がして、それを増幅させてみるんですね。聞かれたことがありますけど、そうするとうまいのかって言われたことがあるんですけど、別にうまいわけではなくて、誇張してみるため、1ミリを1センチで見たいという、そういうことでやります。今やってみます。このぐらいにしてみます。そして、胃の中に入った分のお酒の分の空気をですね、鼻から抜かします。そうすると、これは戻りかで、このお酒が生まれてから今日までの間にどういう環境の中で育ったかっていうのをここで判断します。もし痛みがあるようだと、なんか腸道包囲に問題があったっていうのは、そういうふうにもなります。普通の家庭ではこういうね、利き情報なんていうのは用意がないことが当たり前なんで、普通のグラスであるとかそういうもので見てもらうしかないと思うんですけどね。ただグラスの持ち方っていうのも、グラスを持つ角度とかね、
あります。ですから、肩が張らない、肩が張るような飲み方をすると、お酒の味は変わります。そういう神経をなんか刺激するんでしょうね。ですから、同じ大きさの、同じ重さのものであるということが貴重です。それから、先ほどお話した口の中でバランスを見ると話しましたけどね。いいお酒の基本はですね、甘みが中心なのか酸が締めくくるのかっていう、そういうのがあるんだけれども、それ以外に、バランスが良くて、口の中が濡れない感じですね。水はどんなに名水百選と言っても含むと口の中が濡れるんですけどね。いいお酒というのは、オブラートで包んだものが口の中の形に合わせて変化するように、口の中を濡らした感じがしないもんです。ただ、それがバランスの悪いお酒になると、酸がそこら中をつついたりとか、から飲み下した後に口の中に甘みが残ったりとかね。いいお酒は甘みではなくて余韻が残る。こういうことに気を使ってもらうといいと思います。2025年4月から、日本人以外を対象とした、英語版のお酒の教室を開講予定です。詳しくはホームページをご覧ください。